皆さんこんにちは。ラゴメックス TV のカズマです。レスリーです。はい、今日はレスリーのタコスクッキング第2弾。はい、今日は美人料理家のレスリーさんに第2弾タコスクッキングやっていってもらいたいと思います。はい、今日作るものは何ですか？ケサディーヤです。ケサディーヤはタコスと同じだけど、いつもトルティーヤの中でいつもチーズ入ってる。本当にシンプルで、トルティーヤの中にチーズだけが入ってるのがケサディージャになります。タコスっていうよりはこっちでは本当にケサディージャっていう風に呼ばれてます。はい、ということで今日使うチーズを紹介していきたいと思います。これはケソパネラ。ケソパネラは一番ヘルシーなやつ。あまり油っぽくないチーズ。すごいサラッとした感じのね。はい。脂身の少ないチーズになっております。はい。はい、次。これはいろいろな名前あるし、ケソランチェロとかケソフレスコとか。ケソフレスコ。これに比べてこのチーズはもっとソフトな感じ。本当に。はいはい、ボロボロになるやつだね。そう。ちょっとパサパサパサってボロボロになるチーズです。はい。本当にだから低脂肪のやつだよね。そう。低脂肪のチーズです。はい、次いきます。はい。このチーズはケソマンチェゴという。はい、マンチェゴ。マンチェゴはスペインのチーズらしい。はい、スペインのチーズです。油はもっと入ってるし、見た目全然違うですし。で、このチーズはそういう風になってるんだ。日本のスライスチーズみたいな感じです。はい、じゃあ次最後。で、最後はケソオアハカ。はい、ケソオアハカは日本でも有名な避けるチーズと同じです。そう、こういう感じで避けます。メキシコのオアハカという場所発祥のチーズです。本当に安くて美味しくて、ちょっと油っぽい。ちょっと油っぽいそう。はい、ということでこのチーズで今日はケサディージャ作っていきたいと思います。ちなみに右から順番に油分の強いチーズになっていきます。はい、というわけでレスリーに第2弾タコスクッキングやっていってもらいたいと思います。はい、そうしましょうか。muy bonita. Kazuma and Leslie and Max TV on YouTube. 今日は本当にシンプルなタコスケサディージャを作っていくんで、さっき紹介した材料はチーズとトルティーヤだけになります。はい、始めましょう。はい、お願いします。またメキシコスタイル。メキシコスタイルでね。僕ら結構最初の方の動画でタコスクッキングの動画を紹介したんですけども、タコスの動画は好評だったので、はい、第2弾ということですごく簡単なタコスクッキングの動画を今日は撮っております。はい、1回目でもこういう風に焼いたんですけど、これはすごくメキシコ風な焼き方、すごくダイレクトにトルティーヤを焼いていくっていう。これやるとああいうトーストとかした風にフライパンで焼くよりちょっとカリッとした感じで美味しく焼けます。そう、ちょっと待ったら美味しい。ちょっとだけ、ちょっとだけ。じゃあ最初にケソパネラのケサディーヤ。はい、お願いします。はい、これ焼き上がったトルティーヤです。ちょっと切って置いてしまった。簡単だ。めっちゃシンプルじゃん。このチーズはこのままで美味しい。ものいらない。そうなの？そう。ケソパネラ？パネラ、そう。いやもう本当にチーズのサンドイッチみたいな感じです。メキシコ料理は本当に種類が多いって言われている理由は、多分こういう風にトルティーヤを使った料理でも全部がタコスじゃなくてチーズだけを挟んだものをケサディージャって言ったり多分するから、4000種類もあるのかな。これもできる。これしたらで、こっちにちょっとそれで焼くの？そう。やってみよう。じゃあ普通に入れて。はい、ケソパネラのケサディージャ焼き上がりました。ケソパネラって見た目かまぼこみたいな。本当に全然脂身が少ないんで全然溶けないチーズになっております。はい、次。はい、第2弾。ケソランチェラのやつ。なんていうんだっけ、カッテージチーズみたいな感じか。もう本当にいろんなチーズでケサディージャを作れちゃうんで、多分日本でタコス作るより簡単に作れちゃいます。トルティーヤさえあればチーズと一緒にチーズを挟んで焼くだけみたいな。本当にシンプルにできちゃいます。はい、終わり？はい。これ終わり。そういうこと。なるほどね。
ケソランチェラカッテージチーズのケサディージャはトルティーヤを焼いてそのままチーズをダイレクトに入れて、まあ、もうほんとこれも油分が少ないんで本当に加熱せずに挟むだけで OK です。はい、はい、じゃあ次ちょっと油をひいていきます。はいはい、次のケソマンチェゴ、次のあれだね、チーズだね。はい、ちょっとこうやって油分の強いチーズになっていくとこうやって加熱した方がドロドロになるのでフライパンでダイレクトに焼いていきます。でこうやって手でちぎってやるのはメキシコ風のやり方だそうです。そうおいしい。頑張れ頑張れ頑張れ。ああそうだね、くっつくね。なんかこのチーズはなんというの？チーズっぽくなる？あ、そうなの？そうだ。あ、すごい伸びる感じね。うん。すごい美味しそう。はい、まあ、本当に日本のスライスチーズみたいな感じです。これ多分日本だと一番簡単に作れるかな。見て。ああ、そうだね、すごい溶けて、うわー美味しそう。はい、超シンプルです。この燃えたチーズも美味しい。美味しい？熱いけど。はい、次はケソマンチェゴ。もうさっきとかのと違ってやっぱ油分が多いので、あ、大丈夫大丈夫はい、こういう風に溶けてます。ああいうハンバーガーとかに入ってるチーズと同じかな。違うの？それアメリカンチーズ。ああ、アメリカのチーズまた違うんだね。はい、マンチェゴはちょっと違うみたいだけど、まあスライスチーズみたいにこうやって溶けるチーズです。はい。日本だったら避けるチーズで代用できるんで、トルティーヤ買って避けるチーズ間に挟んで加熱するだけでできちゃいます。僕がレスリーの家に遊びに行った時にレスリーのお母さんが何か食べるって言って一番最初に出してくれるものって結構このケサディージャです。そうね。このオアハカっていうメキシコの避けるチーズ、こうやって加熱するだけですぐチーズが溶けて美味しく焼き上がります。はい。はい、最後にまた全部加熱しました。見て。はい、ケソオアハカはこんな風に溶けます。避けるチーズやったことないんでわかんないんですけど、もしかしたらこういう風に溶けるかもしれないです。普通に売ってるスライスチーズとかで美味しそうに焼き上がると思います。見て、その燃えたチーズ食べて。これはチチャロンデケソという。あ、そうなの？名前あるの？あ、美味しい。レスリーはさっき日本のチーズの値段言ってたら僕驚いてたんで私はこの値段だったら日本に行きたくない日本に住めないって言ってました。普通にしないはい、はい、終わった。はい、ということで今からレスリーと一緒に食べていきたいと思います。はい、ケサディージャ完成しました。レスリーが作ってくれましたありがとう、はい、どうぞ。はい、じゃあちょっと一番最初に気になってたなんかはんぺんみたいなチーズ、はい、パネラっていうチーズが入ったケサディージャから食べてみます。全然熱しても溶けてないはんぺんです。はんぺんシンプル。いただきます。あ、普通じゃない？何これ？チーズ？全然油っぽくないから。あ、そうだ。なんか豆腐チーズって言われてたよね、多分。でもこれは豆腐じゃない。あ、わかんない。でもその感じ？そう、すごい豆腐みたい。このパネラチーズって本当に豆腐みたいで全然ちょっとごめんなさい食べかけですけどすごい口の中に入れたらすごいポロポロポロって感じで脂身が本当に感じないチーズです。すごいさっぱりして美味しい。だから泡かってる。おい。一緒に食べたらもっと美味しくなる。メキシコで言ったらね。ああ、なるほどね。多分塩は必要。早く食べちゃった。塩？うん、塩いる。はい、じゃあどうせなら塩振って食べます。ありがとう。結構塩っぽくないこれ？塩分があるともっと美味しい。なんかダイエット中とまではいかないけど、
さっぱりしたチーズが好きな人にはパネラのチーズはすごくおすすめです。メキシコにパネラのチーズはダイエット中人のためにチーズ感じ。なるほどね。まあ本当それぐらいさっぱりしたチーズでした。はい、次はランチェラチーズのケサディジャ食べます。カッテージチーズみたいな、手でやったらポロポロポロってなっちゃうぐらいの、これも脂身の少ないチーズになります。いただきます。はい、どうぞ。なるほど。ちょっと牛乳が強め。そうだからケソクレマという。なるほどね。ケソクレマもいい。すごい想像以上にすごい牛乳っぽい味。ケソクレマって言われてるぐらいすごいクリームの味のするチーズです。美味しいねこれ。僕としては一番初めのパネロの方が好きかな。ちょっと牛乳感が強い。こんなに好きじゃないの？それ好きだけどもっとなんかあっさり食べれた。さっきのパネロチーズは癖がなくてパンに受けしそうな感じのチーズでした。だけど今食べたケソランチェロはちょっと牛乳の匂いがすごい強いんで、牛乳が好きな人はすごいおすすめなチーズです。はい、次いきます。マンチェゴ。これが、スペインのチーズ、スライスチーズみたいな感じで売ってるやつと同じなんで、トルティーヤに挟んでやってみてください。ぜひ。ケソモッツァレラも大体同じ味。ピザの上に。モッツァレラチーズと同じ。大体似てる。似てる感じですね。はい、いただきます。本当だ。モッツァレラチーズの味です。似てるね。ハンバーガーのチーズは全然味がしないね。全然違う。違う。ハンバーガーと違うチーズ。これ結構ハンバーガーの間に挟んであるチーズかなと思ったけど、味全然違ってモッツァレラチーズにすごい似た味がします。美味しい。美味しい。いいねこれ。はい、ということでラスト。はい、ケソオアハカ、ちょっとごめんなさい、冷めちゃったんであれですけど、加熱するとこんな風にビールってめっちゃ飲みます。はい、いただきます。これは結構よく食べるんで、レスリッチにたまに行った時にお母さんが出してくれたりするんで、結構馴染みのある、なんていうんだろう、今まで食べ比べた4つの中でも一番脂身がやっぱ強い、やっぱその分溶けるし、だけどやっぱ脂身が強い分やっぱ美味しいですね。燃えたチーズ。燃えたチーズ。美味しい美味しい。意外とさ、一番最初に食べたやつパネラ？まだパネラは大好き。パネラで食べやすかったですよ。そうね。ケソワハカ大好きだから、レスリーは今一番最後に紹介したケソワハカ、避けるチーズの味ケソワハカが大好きです。でもお母さんは一番最初のやつ大好きだ。食べやすかった。すごい食べやすかった。その日食べたいものとかにもよると思うんですけど、パネラのチーズはすごく豆腐みたいでさっぱりしてるから、お腹減った、ちょっと油っぽいもの食べたくないなって時にはパッてすぐ食べれる。なんかスナックみたいな。そう感じはい、ということで今日はレスリーにタコスの種類の中のもっと簡単にできるケサディージャを作ってもらいました。タコス種類は60ぐらいあったっけ。そっか、タコスだけでも60種類あるから、多分ケサディージャっていうともうタコスとまた別の分類になるので、タコスだけでもすごい奥は深いし、ケサディージャだけでもすごい奥は深いんですけど、今日は一応簡単にできるタコスっぽいものとして紹介していきました。で、ヘルツィなオプションもあるし、油っぽいオプションもあるし、いろいろなオプション。欲しかった。本当にいろんなチーズだけでもケサディージャできちゃうんで、日本でも簡単に作れますし、メキシコに来たらケサディージャを食べることをぜひおすすめします。はい、ということで今日はこんな感じにシンプルにタコスクッキング第2弾ということで、レスリーに、ケサディージャを作っていってもらいました。ありがとう。美味しかった。よかったね。ケサディージャは本当にスナックの感じがする。ご飯じゃない。本当にスナックとか夜ご飯のためとか簡単にパン食べて、そうだね、すごい簡単に作れたもん。例えば外の屋台に野菜安売ってるし、他のなんかファストフードみたいなものある。なるほどね。
もうファーストフードとして簡単にそうそうパッて食べれる。そうそう、早く食べてで仕コスト事戻ったりとか、あーそうそうそう、メキシコはそういう感じにパッと食べれるファーストフードがやっぱり一般的みたいで、まあケサディージャもそのうちの一つとなります。ということで、はい、まあぜひ本当にシンプルで、まあ、チーズしか入ってないけどすごい美味しいんで、ぜひ皆さん試してみてください。ちょっとした報告なんですけども、ナゴメックス TV、こうやって今普段レスリーと一緒にやってます。で、まあ僕はメキシコで普段は、まあ、日本食料理店で働かせていただいてるんですけど、本業はプロボクサーとして活動をしています。で、2月13日にようやく試合が決まりました。はい、ということでもうすぐ僕も減量に入るんで、今日は締めとしてレスリーにケサディージャを作ってもらいました。だから多分次また動画になるとか顔がどんどん細くなっていくかもしれないけど、はい、ということでまたもしかしたら僕の今回のその2月13日の試合が、ナゴメックス TV でライブ配信できるかもしれないので、興味ある方はぜひぜひ応援していただけると嬉しく思います。はい、頑張ります。なんか怖いよ、どっか行くみたい物理怖いよ。はい、ということで頑張ります。はい、ということで今日はこういう感じでナゴメックス TV お送りしてきました。ケサディージャが食べたいなと思った方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。Nagomex TV